おはようございます。今週も人間をやります。というわけで2週間ぐらい前に日本に帰ってきたんですけど、毎日同じような生活してます。ちなみにベッドの向き変更しました。というのはエアコンの風が顔に直接当たってうざかったんですよね。で、僕アレルギー性鼻炎もあるから、日本に帰ってきてからもう2日に1回はくしゃみ鼻水が止まらんくて、でこのエアコンの中もカビだらけやったんで、清掃業者呼んで清掃してもらいました。値段は5500円でした。めっちゃ安くないですか？でもうそっからはくしゃみ鼻水はもう全く出てない。もう原因絶対カビやったわ。やからもう僕1年に1回はエアコン掃除してもらうことにしました。夏前の方が良さそうなんで、もう毎年5月にやってもらいます。別にうまくはないです。ヨガを始めたんですけど、体が硬すぎて膝を全く伸ばせる気がしないですね。最近はまず起きてからヨガから始めてます。言うても太陽礼拝っていうやつしかやってないんで5分ぐらいだけなんですけど、とりあえずまず太陽礼拝だけでも1ヶ月ぐらいはやってみようかなと思います。もういきなり1時間とかやろうとしたらもう絶対やめちゃうんで、まずは5分からですね。今から走りに行きます。僕は中学高校の時、体育の授業で長距離走が一番嫌いやったんですよ。やのになぜか走ってるっていう。しかも昼ご飯の後の長距離走とかマジで地獄でしかなかった。これに共感した人、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最近はね10分ぐらいではあるんですけど、毎日走ってます。朝早く起きようと思ったら早く寝る必要があるんですけど、疲れてないと眠くならないんですよね。もう一日中引きこもってたら疲れへんから、もうそれは寝るのどんどん遅くなるわけですよ。やからもう意図的にね疲れさせてます。もう旅中とかって僕もめちゃくちゃ寝れるんですけど、やっぱりね一日中外で出るからなんですよね。もう毎日こんな感じで咲きやすいです。夏の早朝はハスの花も咲いてるんで綺麗ですね。涼しい。今ここ物がいっぱいあってごちゃごちゃしてるんですけど、というのはこのクローゼットを整理したくて。てかこれやばくないですか？これ除湿剤なんですけど、ヨーロッパに1ヶ月いる間エアコンつけずに放置してたらこんなに水溜まってました。しかも3つあって3つともこんなに水溜まってる。で新しく買ったやつがこれですね。まだ全く水溜まってないです。これ多分もう使えへんよな。いや除湿剤なかったら確実にカビ生えてましたね。整理整頓は一旦置いておいて、先に動画編集します。作業に集中してたらいつの間にか11で超えちゃってました。昼ご飯にします。てか今日のやるべきことやったんで、ここで iPhone の電源入れます。それまでは電源オフ。昼ご飯は毎日同じなんですけど、これは体に悪くなさそうっていうのと、作らなくていいっていうのと、あとは値段がめっちゃ安いっていうのがいいですね。最近はヨーグルトにこの冷凍のブルーベリー入れて食べてます。ヨーグルト無糖なんで、そのまま食べても味せえへんから美味しくないんですよ。昼ご飯です。キャベツと豆腐とヨーグルトで、納豆はオートミールと混ぜて食べるんですけど、これ食べてから食べます。別にキャベツうまくはないです。
ほんまはねルッコラ食べたいんですけど、もうこの辺のスーパーどこにも売ってないんですよ。でこの前歯医者行った時にスーパー寄ったらルッコラ売ってたんで、買って帰ってきたんですけど、やっぱりね量が少なすぎる。僕がヨーロッパで食べてたやつより5分の1ぐらいの量しかなくて、でしかもヨーロッパより値段高いし、ほんまに3口ぐらいで食べ終わるぐらい量少ないんですよ。いやールッコラが恋しいわ。今日は初めて卵も入れてみます。納豆卵かけご飯みたいな感じですね。溢れそう。完全に納豆卵かけご飯みたいな感じですね。このフレキシスポットの引き出し買ったんで開封していきます。重った。よしはよし。これ机の下に取り付けるやつですね。あ、なるほど、これを使って取り付けんねや。ドライバーも入ってますね。僕電動ドライバー持ってるからこれ使わんけど、じゃあ取り付けていくか。一番右側でいいかな。引き出しこうやって開けれるし、でもこれちょっと物置くのが邪魔になるか。この引き出しを一番端っこにするとこの机の足に当たっちゃいますね。だからもうちょい左かな。右側につけるとこれがちょっと邪魔なような気もするんですけど、どうやろな。いや、いけるか。でまず机の下に穴を開けないといけないんですけど、この板使って目印つけていきます。まずマスキングテープ使ってこの板留めていきます。ちょっと横は端っこから2センチ開けたいな。うわ、取れるな。このマスキングテープ自体がもう粘着力ないんかもしれん。首がきつい。これだけ固定したらさすがに大丈夫そうですね。そしたらこれでネジ穴開けていきます。合ってるよな。右回転やんな。そんなに深い穴じゃなくても多分いけるけどな。軽く穴開いてたらあとはネジゴリ押せるんで。木くずえぐ。オッケーオッケー。じゃあこっち。いやー、オッケー。こんな感じでかなり綺麗に穴開けれたと思います。これどうやってつけんねん。うわむずっ。いや、穴の位置はね完璧です。やべ、ちょっと穴浅かったか。いや、ゴリ押せるか。よっしゃ。おい、穴の位置全然合ってないって。こっち側2センチぐらいずれてるぞ。なんで？わかったわ。これが内側に入ってないからやわ。微妙にずれてるかもな。なんでや。この体勢しんどい。こっち側をさらに奥深くまで穴開けました。その方が入れやすいはずや。あと1本。しゃ、完成。そしたらここに収納していきますか。この鍵は正直いらんけどな。机の上に置いてたもんをこうやって収納できるようになったんで、もうこれで机の上はずっと綺麗な状態保てます。でこの赤いやつはこれカメラの SD カード入れてます。でこの引き出しの上にさらにここに置き場があるのがいいですよね。ここにはね、A4 用紙とボールペンで、あとはリモコン。この引き出しがね動きがめっちゃ滑らかで全く引っかかる気配がない。最高ですね。これ引き出しいろいろ探してたんですけど、やっぱりこれが一番良かったわ。というのはこれがあるせいで他の引き出しつけようと思ってもこの奥行きが全然足りなかったんですよね。でもこれやと気にせずこうやってつけることができるんで、無印良品で買ったこの綿であったかインナーは捨てます。2020年に買ったやつですね。もうこうやって穴開いてたりとかしてもうボロボロなんですよ。てかもう冬は日本脱出や。クローゼットの中ある程度整理できたんでもうこれでいいかな。収納がないからこういうベッドシーツとかもうどうしようもないんですよね。部屋全体はこんな感じですね。かなりシンプルで、ここにある服は冬服なんですけど、湿気がこもったクローゼットの中に直置きしてたんで洗濯します。
僕最近牛肉のステーキにハマってて、こういう割引になってる時に買ってるんですけど、マジで牛肉のステーキうますぎ。僕一番好きな食べ物牛肉のステーキかもしれん。とりあえずこれ後日食べるんで一旦冷凍します。米を水に浸してる間にナッツ食べます。でここにレーズン入れてますね。これ砂糖入ってないやつです。これがめっちゃうまいんですよ。ディズニープラスも契約したんで、ポケモンだけじゃなくてシンプソンズも見てます。シンプソンズは1話完結型やからどっから見てもいいんですよね。これ見るか Vlog のような我が人生、おもろそう。今日はささみの梅しそチーズ焼き作ります。でまずはこれささみの筋を取ります。若干残ってもうたな。まあいいか。で大葉は2枚だけだとめっちゃ余ってしまうんで4枚使います。でここに僕は梅肉のせます。でライスペーパー、春巻きの皮ですね、これで巻いていきます。これを水にくぐらせて端っこはね僕は結構適当に折りますね。適当に折ってもこれめっちゃくっつくんですよ。はい、でかなりくっつくから水通した後はすぐに巻かないとこのまな板にくっついちゃうんですよね。であとはごま油大さじ1で焼くだけです。めっちゃ簡単。油温まったんで焼いていきます。中火ぐらいですかね。何分ぐらい焼けばいいかわからんくて結構適当ですね。表面もかなりカリカリなんでもういいかな。はい晩ご飯完成しました。めっちゃうまそうです。ではゲレッタッキャース。めちゃくちゃうまいです。もう何より簡単なんがいいですね。もうすぐ作れるから。しかもささみめっちゃ安いですしね。鶏胸肉よりは高いけど、それでも十分安い。またこのねキャベツに添えられてるポテサラがねめっちゃうまいんですよ。てか自分で添えたんですけど。はい今日も今から走ります。今日はもう一個の方のスタバ行こうかな。もう一個のスタバ着いたんですけど、やばい暑すぎる。今週の大阪の最高気温が毎日38度なんですけど、土曜日は最高気温40度なんですよね。どうなってんねん。今日めっちゃ天気いいですね。大阪でこんなに雲ないの久しぶりに見たわ。ひまわりもうめっちゃ枯れちゃってますね。早くない？暑すぎんのかな。最近こういう生き方してみたいなっていうのがあって、日の出とともにヨガとかサーフィンとかして、で午前中はやるべきことやって、で昼からやりたいことやって、で日が暮れるとともに眠りにつくみたいな、なんかそういう生き方いいなって思いますね。ここ海ないからサーフィンできないんですけど、というのもあってとりあえずヨガから始めてみたっていう。いやもうなんか都会よりね正直大自然があるところに行きたい。旅とかも都市部行くよりなんか自然を感じたいんですよね。緑地公園スケートボードできるからスケボーやろうかな。僕が昔やろうと思ってやらんかったことの一つなんですよね。スケボーの注意書きもあって土日はスケボーやってる人いっぱいいるんですよね。昼ご飯作ります。表面がクレープみたいになってもうてるやん。ちょっと火強かったな。今日も英語の勉強やっていきます。We ended up hearing a lot about the salt flats in Botswana. We heard about a little.
今日は昨日買ったこのステーキ食べようと思うんですけど、この前買った急速解凍プレートで解凍します。今は夏やからこれなくても全然溶けるんですけど、冬は全然溶けないんでこれ使った方がまんべんなく溶けていく感じがありますね。これからステーキ焼くんですけど、焼いてすぐ食べたいんで先にキャベツ食べます。じゃあまずニンニクですね。ニンニクなくてもうまいんですけど、僕はニンニクあった方が好きです。ニンニクが好きなんでね。アテネで買ったこのオリーブオイルちょっとだけ残ってるんでこれ使います。で牛肉はこうやって血を取ります。こうやった方がね臭みが取れますね。オリーブオイルちょっと少ないからもうちょい入れるわ。うまそう。もうこれだけでうまいもんな。一回フライパン洗いました。で今強火で温めてます。そしたら一気に焼いていきます。で塩はステーキのためにピンクソルト買いました。やっぱ牛肉はね海塩より岩塩の方がうまいです。熱っ、見てこれめっちゃうまそう。どうかな。ちょっと焼きすぎたかも。いやこれでいいわ。アルミホイルで肉保温してました。これ正直やる意味あんのか分かんないんですけどね。はいこんな感じ。ただちょっと表の方ね焼きすぎちゃいましたね。いやいけるか、こんなもんか。なんか形変やなこの肉。ここが裂けてるから焼いて縮んだんか。もうちょい火通っててもいいかもしれんけど、まあ全然牛肉はいけるんで。いやこれかなりうまそうじゃないですか。牛肉は表面さえ焼けば食べれるらしいんで、僕この前火でも焼いて食べたんですけどこんぐらいで食べました。めちゃくちゃうまかったですね。安い肩ロースのステーキも作ったんですけど3回ぐらい。ただあれはねなんか肉が薄すぎてもう火がすぐ通っちゃうんですよ。で肉もやっぱりね硬い。これはうまいで。やば。ちょっと胡椒がねこの安いやつしかなくて、逆に塩だけの方が良かったかもしれんな。完成しました。食べていきたいと思います。じゃあまずはニンニクとか何もなしでいきます。もうこの真ん中ら辺のいっちゃうまそうなところであげれったっきゃーす。うまいけど思ったより硬いな。やっぱ僕はヒレが一番好きかな。でもニンニクもがっつりねのせて、あとわさび。やばい、めっちゃうまい。一切れ目なんか若干硬く感じてんけど今のめっちゃ柔らかかったわ。こりゃうまいわ。いや最高やわ。やっぱ毎週食べるわステーキ。ただ僕の中でこのステーキを食べる条件は決めてて、その1週間の間に砂糖を取らないっていうことですね。それができたらステーキ食べると。言うて僕日本に帰ってきてから甘いもの食べたの1回だけですね。だから割と達成できるんじゃないのかなと思います。あとステーキも時短料理なんかいいですよね。僕ニンニク叩き潰して炒めてるけど、そういうのやらんかったらほんまに2分ぐらいでできるんで、焼くだけやから、その点も最高。よくよく考えたら裏面こんぐらい焼くのは普通やな。ステーキ屋とか行ってもこうずっと鉄板の上に乗ってるから下側は結構黒く焼けるんですよ。値段が1000円超えてくる肉やったらこういうステーキソースいらないですね。たまに一切れぐらいかけて食べるぐらいはいいんですけど、全体にかけるのはちょっともったいなく感じる。ない方がうまいから。この前はヒレステーキ690円でゲットして、そのぐらいの値段やったらねもう週1で食べるなんて全然 OK ですよ。だってヒレステーキって店で食べようと思ったら、安くても3000円ぐらいはするじゃないですか。いやそう考えたら破格ですよね。もちろん店で食べた方がうまいけど、鉄フライパンがあったらもっとうまく焼けんのかな。鉄フライパン僕捨てちゃったんですよね。捨てんかったらよかった。おはようございます。めっちゃ寝た。スタバまで走ってきました。でももうスタバのコーヒーじゃなくてコンビニのコーヒーでいいかな。家からスタバまで走るのにちょうどいい距離っていうのと、あとスタバまで走ったらカフェラテを飲めるっていうご褒美を設定してランニングを継続しようとしてたんですよ。正直僕スタバのコーヒーとカフェラテコンビニのやつと違い分かんないです。この前スタバのコールドブリューコーヒーっていうやつ飲んだんですけど、それは違い分かったわ。結構苦かった。汗かきまくった後に影入って風を浴びるとめっちゃ涼しく感じる。
自然が家の近くにあるって最高ですね。改めてここに引っ越してよかったと思うわ。カレンダー買ったんですけど、5時から6時の間に起きれたらこうやって×印をつけるようにしてます。というのは、僕早起きさえできたらやるべきことやるんですよ。早起きが僕の全てのトリガーになってるっていうことですね。今日も早く起きれたんで、ここに×印書きます。いやー、もう7月も終わりか。早すぎやろ。ちなみにこのカレンダー、世界遺産のカレンダーになってて、これはトルコのカッパドキアですね。で、8月がイタリアのベネチアで、1月がスペインのバルセロナです。今日は夕方に約2ヶ月ぶりに髪切りに行ってからアメリカのターンスタイルのライブ見に行くんですよ。もうライブが楽しみすぎて作業どころじゃないですね。もうライブのことしか考えられへん。もう昨日はターンスタイルのライブ東京であったんですけど、動画見たらもうヤバすぎて、まずもう会場のキャパシティのデカさがすごすぎるし、もう今回のターンスタイルのライブはもうマジでヤバすぎると思うんで、もう今後日本で見るハードコアショーで今日のライブを超えるものがあるのかなって思ってるぐらい、そのぐらい僕はもう行く前から期待しまくってますね。ハードコアバンドが来日して大阪でライブやる時っていうのは大体キャパシティ的に200人とか300人ぐらいなんですよ。それでもチケット売り切れることはほとんどないんですけど、もう今回ターンスタイルキャパシティ1000人とかですからね、東京やったら2000人、もうほんまにね、すごい。来年はアメリカのカリフォルニアに行こうと思ってるんですけど、ロサンゼルスで7月にサウンド&フューリーっていうハードコアのフェスがあるんですよ。一番の目的はそれで行くんですけど、他にもカリフォルニアで見たいバンドがいるんで、僕が滞在している時に行きたいライブがあったら他にもね、いろいろライブ行きたいなと思ってます。で、あとはですね、やっぱアメリカといえば僕の中でもう大自然なんですよ。オーストラリアとかもそうか、国立公園がめっちゃあって、正直都市部の観光はもうなんか空気感だけで僕は満足できるんですけど、もう都市部よりもうそういう大自然のとこ行きたくて、でもちろんカリフォルニア州にもね、国立公園何個かあるから、だってカリフォルニア州だけで日本の面積よりでかいですからね。どんだけでかいね。カリフォルニア州だけで1ヶ月ぐらいは降りたいわ。ユナイトビーランテリエレッツパライシャイお土産。ようやく昼ご飯です。今日はちょっと時間遅くなっちゃいました。Do you wanna go to the hardcore show? ということでね、今から髪切りに行ってからライブ行きたいと思います。暑っ。座ってるだけで汗が噴き出てくる。過酷すぎるこの気候。外暑すぎて全然人いないですね。やば、新しい大阪駅めっちゃ開発進んでるやん。 JR 大阪駅西口、ここも新しいですね。おお、ここの工事まだ終わってないんか。めっちゃ遠回りしなあかん。高架下通れますってなってるわ。行ってみよう。 OK、 通れた。これで間に合うわ。ようやく髪切れました。もう昼間暑すぎて外出る気にならなかったんですよね。全然人おらんやん。住之江公園到着。こっから歩いて10分ぐらいですね。今日の会場2階席もあるらしいんで、もっと早く来て2階席の最善目指せばよかった。最悪や、現金なくてドリンク代払われへんからお金下ろしに行かなあかん。今日のライブ外国人めっちゃ多いですね。ライブ会場到着、行ってきます。
はい、ライブ終わって梅田に戻ってきました。いや、ライブがマジでやばすぎました。もう最初から最後まで最高で、もう今日のライブを超えるライブなんてもうなかなか見れないと思います。もう少なくとも日本では今日のライブを超えれるのはターンスタイルしかいないですね。いや、もうこれね、今日テンション上がりすぎてもう寝れないです。晩ご飯松の家食べて帰ります。おはようございます。昨日は帰ってくるのが遅かったんで、今日は遅めの起床です。いや、もう外めちゃくちゃ暑いから今日は走るの無理ですね。やっぱり今日も走りに行きます。というのは、朝起きるのが遅かった日こそ運動しないと寝るのが遅くなる可能性があるんで、体を疲れさせないといけないです。てか僕、足首かなり硬くて走ってたら痛いんですよ。これ怪我しそう。やっぱり早朝よりも人少ない気がします。でもね、もう暑さはね、早朝と全然変わんないです。もうどっちもクソ暑い。暑い。セミの鳴き声がより暑さを増幅させますね。普段昼間に外出るのはスーパーに行く時だけです。日傘を差しては行くんですけど、あまりにも暑すぎてスーパーに往復するだけで汗かくこともありますね。片道2分とかですよ。おかしいやろ。このレーズン99円なんですよね。安すぎで、あとは冷凍ブルーベリーも買います。どんだけベリー食うねんって感じですよね。でも正直冷凍ブルーベリーはそんなうまくない。かなり遅めの昼ご飯になりました。昨日のライブがやばすぎて今日何にも手つかないです。マジでずっと音楽聴いてる。今日はざるそば作ります。暑いと食べたくなるんですよね。氷水で冷やしてます。やっぱりざるそばはキンキンに冷やしてちゃんと水を切るっていう工程がめっちゃ大事なんで、このそば皿100均で買ったんですけど、これいつから使ってるっけ。2年前か3年前か、多分2年前かな。晩ご飯完成しました。キャベツと卵焼きとざるそばです。ちょっとめんつゆを水で薄めすぎたかもしれん。ちょっとだけ追加しよう。うまいな。夏って感じがするわ。走ったら足首痛いから今日は散歩にしときます。やっぱり僕は冬より夏の方が好きですね。夏ってめっちゃポジティブになれるんですよ。ほんまに何でもできるような気がしてくる。こうやってね、やっぱ日光を浴びれる時間が長いからやと思うんですけど、ハンモックで寝てる人たちがおった。いいですね。早朝は結構雲がないっていうこと多いんですけど、雲が全くないっていうことは日本の夏には一日もないですね。動画編集やってました。編集の感じをね、変えようと思ってて、というのはいろんな言語の字幕を入れることにしたんで、その字幕を表示するってなった時に YouTube の編集でテロップとかを下の方につけてしまうと、その字幕と被っちゃうんですよ。で、めっちゃ見にくくなるんですよね。やから編集スタイルを変えなあかんくなって、いろいろ考えてました。でも日本語もフルテロップにできるんで、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないですね。フルテロップの方が見やすいっていう人もおると思うし、別に字幕いらんっていう人は字幕オフにしたらいいだけなんで。今日も晩ご飯はそばです。おはようございます。今日も走らずに散歩です。で、今日はアンドプロテクターっていうバンドのライブに行きます。ライブ自体かなり少ないバンドで、大阪でライブやんのも年に1回やったらいい方なんですよ。で、今日は今年大阪での2回目のライブなんですけど、大阪はもうこれが今年最後みたいなんで見に行きます。というか関西来た時はいつも全部行ってるんですけどね。ちなみに今日は淀川花火があるんで、帰りもしかしたら結構大変なことになるかもしれん。そうです。
もうちょっとで日が暮れそうです。あのビルに花火が反射して見えるんですよね。ここにも人はおるけど、こっから花火は直接見えへんやろ。久しぶりに南堀江来ました。南堀江はね、昔住んでたことがあるんですよね。もうというか大阪市西区はもう庭みたいなもんです。マジで蒸し暑すぎやろ。どうなってんねん。今日のライブ会場はここです。南堀江ソーコアファクトリー。いやー、ライブ楽しかったです。今日は絶対怪我せえへんやろうと思ってたんですけど、怪我しました。ちょうど今ぐらいに花見が終わったとこなんで、これ帰り電車やばいぞ。行きの電車ですら人めっちゃ多かったのに。やってもうた。さっき買ったやつ全部置き忘れてきた。忘れ物取ってきました。とりあえず梅田まで移動します。梅田到着。晩ご飯食べて帰ります。いやー、ほんまに外暑すぎんねんけど汗が止まらへん。いろいろ店はあるんですけど、ステーキにしようかな。来ました。ステーキ 200g です。めっちゃうまそう。やっぱ牛肉うめえ。最高です。ちょうど電車来たとこやから座れるわ。無印でこれ3つ買ってきました。ここの中をね整理したかったんですよ。このシール全然綺麗に剥がれへんやん。この中いつもごちゃごちゃしてたんですけど、いい感じに整理できました。今日は帰ってくるのが遅かったんで、明日は早起き無理そうです。やっぱり夜に予定があると早起きは無理ですね。でも次ライブ行く予定あんのがもう9月終わりぐらいなんで、それまではもう毎日早起き継続したいと思います。やっぱりね、朝から日光浴びれるのは最高に気持ちいいです。毎日晴れやし。ただやっぱりね、夜でも外めちゃくちゃ暑いです。蒸し暑すぎる。でも予定なかったら朝しか外出ないんで、基本的には問題ないですね。というわけで今週も最高の1週間でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。